搭乗日の前日だったら OK。 基本的に Uber は15分ぐらい待ちました。ただ口の中に唾液を溜めるのがおすすめです。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、みんなからちょこちょこ質問も来てたり、私も自分の実体験とともにシェアできたらなって思って、アメリカ渡航に際しての入国関連のことを私の2月にね帰ってきたんだけど、お話ししていきたいと思います。でこれは全然旅行できるよとかそういうことを言いたいんじゃなくって、旅行に行く予定がある方とか、実際今どうなってるのっていう方に対しての情報共有としてビデオを撮っているので、そこはご理解いただけたらと思います。まず私がアメリカに行ったのは2月中旬で、アメリカに入るにはもうこれは私はアメリカの情報しか調べてないから、他の国に関しては本当にわからないのでごめんなさいという感じなんだけど、アメリカに入るにはまずフライトに乗る前に24時間以内、搭乗日の前日だったら OK。 24時間といっても搭乗日の夜の便でも前日の朝受けても大丈夫なので、1日前に PCR を受けて、その陰性の証明書を持って私は ANA で飛んだんだけど ANA のカウンターに持っていくっていう感じで、アメリカの入国イミグレーションとか入国審査のところではもう見せません。であとアメリカ入国に際してワクチンを2回接種して2週間以上かな経ってないとそもそも入国ができないので、それの証明書も取りました。で私はマイナンバーカードを持ってなくて、でマイナンバーカードがあると携帯で QR コードがすぐにワクチン証明のできるらしいんだけど、マイナンバーカード発行しようと思ったけど1ヶ月ぐらいかかるみたいな感じで、気づいた時にはちょっと遅くて、私は住民票のある区役所にどうやってやったんだっけ、ワクチンの証明書のコピーと免許証のコピーとかを、それ多分各区役所とかによって住んでる地域によってホームページに書いてあると思うんだけど、送ったら本当ね1週間ぐらいで郵送してワクチン接種証明書の QR コードを紙で送ってくれました。なので、一応それが本当紙ペラ1枚だったから不安だったので、2部コピーして全部で3枚、原本とコピー2枚がある状態でそれをプリントアウトしてアメリカに行ったんだけど、で私が PCR をまず日本で受けたのは木下グループの PCR で、それだと陰性証明書は出るけどパスポートナンバーとかが出ないのと、あと英語表記の名前を登録する時に入れておかないと、1回それをやっちゃうともう変更が効かないので、登録する際に必ず英語表記の名前を入れておいて、でパスポートナンバーと誕生日は私は手書きで付け足しました。それでアナでは飛べたんだけど、一応木下ってちょっと飛べる飛べないっていうのが、Twitter 情報とかでも私は飛べたとか飛べないって人はあんまりいないって思うけど、あれなんでエアラインに問い合わせてそれが有効かっていうのを聞いてもらえたらって思うんだけど、それで私は飛べました。でアメリカ着いてからの入国では何も提出するものはなくて、普通にいつまでいるんだとかTSA の感じが始まり無事入国して、でロサンゼルスもニューヨークも、基本的に道ではもうマスクはしなくていいっていう風になっていて、けど日本人的な私からしたら、道でも結構癖もあってマスクしてたんだけど、やっぱりね誰もしてない、本当に結構みんなしてなくてびっくりっていう感じで、ただ店内に入る時にマスク着用がマストのところもあれば、マスクはしなくていいけどワクチンの接種証明書を見せてくれって言われることが特にニューヨークはめちゃくちゃ多くて、そうじゃないとレストランに入れないとか、そもそもね私たちが行く場合はワクチンが終わってから行ってるじゃないと入国できないからさ行ってるけど、もしワクチンを打ってないアメリカ在住の方とかはすごい生きづらそうだなって思いました。でワクチン接種証明書の紙ペラを持ち歩くのが、例えば私の場合はコピーしてたからあれだけど、怖い場合は全然写メで OK で、みんな基本ニューヨークの子たちとかはその QR コードを持ってるんだけど、アプリとかで。でも私の場合はないので紙を、写メ撮ったものを見せるで OK でした。で ID も、写真で OK なので、パスポートの写メとワクチン打った証明書を写メで見せるで OK です大体。だけどアルコールとかに関しては写メの ID じゃアルコールはサーブしてくれないことが多いので、33歳になるんですけどね。なのでありがたいです、聞かれることは。なのでお酒飲む時とかはパスポートを持参っていうか持ち歩かなきゃいけない感じだったんだけど、それ以外はワクチンに関しては写メの ID で OK でした。で帰国に関してはまず、現地で PCR で陰性証明、エアラインとか日本の厚生労働省が発表してるフォーマットにちゃんと沿った陰性証明を発行してくれるところで PCR テストを搭乗の72時間前までに受けて帰ります。
で私の場合は搭乗の2日前に受けたんだけど、2日前に電話したの。やばい、忘れてたと思って電話して、ちょっと明後日じゃないあなたみたいな感じで言われて、ですいませんって言ってその日にやれたんだけど、もう着いたら帰る前の72時間のところで予約した方がいいと思います。で病院の人は基本的にいついつの何時の便ですって言ったら、じゃあいついつに予約した方がいいですみたいな感じで教えてくれるので、便名と、便の時間とか日にちを伝えれば、段取りを組んでくれると思います。で私が受けたのは、安心メディカルクリニックっていうニューヨークのところで、ロサンゼルスだとニューサンライズクリニックっていうダウンタウンにあるところで前回は受けました。で両方とも日系の病院なので、ニューサンライズロサンゼルスの方は200後半ドルぐらいだから日本円で3万弱ぐらいで、ニューヨークの安心メディカルはミッドタウンのタイムズスクエアの近くにあるんだけど300ドルできっかりでした。なので、3万3000円ぐらい、日本円でもうちょっとか今だとぐらいなので、航空券代プラスその3万ぐらいが乗っかると思って旅に出た方がいいんじゃないかなって思います。でその2つは私はそのアメックスの電話サービスみたいなところで聞いて、でもしそのロサンゼルスとニューヨークじゃないところのアメリカとかに行く方々は自分が持ってるクレジットカードとかで多分そういうのやってくれるところもあると思うので、それからもググったりとかして日系の病院か陰性証明をちゃんと発行してくれる現地の病院調べたらいいんじゃないかなと思います。多分ホテルとかでも聞いたら教えてくれると思う。私はホテルに滞在してなかったのであれだけど、ホテルって基本何でも教えてくれるから言ったら多分やってくれると思います。あとそう、帰国の際、アメリカから日本に帰ってくる際の陰性証明は基本的にプリントアウトがマストかはあれだけど、一応厚生労働省はプリントアウトしなさいっていう風におっしゃってますので、プリントアウトをホテルとかでしてください。そうだね、そんなもんかな。あとはロスが全然これ入学とか関係ないんだけど、ロスってさいつでもウーバー2分で来る感じだったのに、ロスマジで今ウーバーいなくて、リフトもウーバーも全然いないし、値上がりめっちゃしてるし、基本的にウーバーは15分ぐらい待ちました。どこでもいいと4分とかだったけど、10分だよ最悪と思いながら10分こう待ってたら、今コンプリート近いライドを終えていますみたいな。だからどっかの1個前の人を降ろして私に来るみたいな感じで10分ってなってて、1個前の人降ろし終えたら私をキャンセルしたり、それが超いっぱいあるのね。10分待ったのにキャンセルされたとかすごい多いから、結構時間に余裕を持って Uber を呼ぶようにした方がいいんじゃないかなって思います。ニューヨークは結構やっぱマンハッタンっていうのもあるかもしれないけど、すぐ捕まりました。はい、そんな感じかな。入国関連に関しては多分必要なことは全部言ったはず。違うよ、まだ話してないじゃん。日本に帰ってくる。でそれで陰性証明を、カウンターに出します。であと今私が去年行った時ってココアと MySOS と OEL っていう3つのアプリをダウンロードしなきゃいけなかったんだけど、今は、ココアと MySOS のみで OK になりました。で MySOS の中で位置情報を送信したりビデオ電話を受けたりしています。で私は隔離中毎日ビデオ電話がかかってきていて、私は今のところ全部 AI です今回は。でこう家の中をこう見せるというか、家にいますよっていうのを見せながら30秒間こうやって自分の顔を映すんだけど、私が帰ったのが、3月入ってたので3月1日からいろんな決まりが変わったのね。でそれまではアメリカから帰ってくる、特にニューヨーク、LA、カリフォルニアだとホテルで3日間の隔離で、私が出た時はホテルで6日間の隔離で、その後4日間お家で隔離でトータル10日間の隔離っていう話だったんだけど、私が滞在中にニューヨークとカリフォルニアがホテル3日間の滞在に変わって、ホテル3日間隔離して自宅で7日間隔離っていう10日間の、ここが変わってたんだけど、帰る前にホテル隔離がなくなりました。で自宅隔離3日間で、その3日目に PCR テストを受けて陰性だった場合で、抗原定量検査か PCR 検査のみなんだけど、陰性だった場合陰性証明などのこの資料を MySOS のアプリの中で送信して、そしたら MySOS から明日で隔離終わりですカミカミだな。明日で隔離終わりですっていう通知が来て、今日ね通知が来たんだけど、今日も多分この後位置情報を送ったりとかあると思うんだけど、3日間の自宅隔離に変わりました。でワクチンのブースターの3回目を打ってる人は入国の際に陰性の場合隔離免除という風になるそうです。で MySOS を入れてカウンターでチェックインして陰性証明見せて搭乗します。で便が到着する16時間前までに MySOS のアプリを開くと
なんか日本に入国されるお客様みたいなポップアップで出てきて、でそれで自分のパスポートナンバーとか、あと陰性証明、ワクチン証明、体調の報告みたいなのをアプリ内で全部日本に帰る前にできて、それをやるとアプリが基本赤い画面なんだけど緑の画面に変わって、でその緑の画面がファストトラックって言って、私が帰国した時は羽田とか福岡とかその指定の、成田は確か指定じゃなくって指定の空港でしかそのファストトラックっていうのがなかったんだけど、それツイッターでたまたま見つけて、あ、これやろうと思って、私ニューヨークから飛ぶ前にそれをやって、で日本に入国する時にはもう緑になってたので、同じ便だった誰よりも早く出れたと思うんだけど、で、飛行機が着陸して空港の外に出るまでに今回は1時間5分で出られました。前回は2時間半とか3時間ぐらいかかったんだけど、今回はそのファストトラックなのもあって1時間5分で出られました。で、私の裏技というかポイントとしては、早く出たいじゃん、空港からとしては、次は唾液の採取をしますって言われた時からもう口の中にずっと唾液溜めて、みたいな感じで、パスポート見せる時とかもずっと唾液溜めて、これをもらった時にペッて出すと1回で私指定の量いって、お、やったと思ってそのまま速攻行ったから、めっちゃ結構早くてだから次は唾液採取ですって言われたら口の中に唾液を溜めるのがおすすめです。はい、そんな感じで私の出国入国関連のお話をしました。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしております。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。